長年の愛人だったスカイ・ミラーに99回目に捨てられたニューヨークの名門、少尉への跡継ぎギデオン賞は、彼女への逆恨みから、家族が強制する見合い結婚を受け入れた。選定会が行われた日、東海岸のエリート家庭の未婚女性たちはこぞってこの運命を避け、彼らの小さなゲームの駒にされることを恐れた。ただ私、アーニャ・スコットだけが大金を払って当選枠を確保し、海外から戻るとすぐにギデオンと結婚した。ゴシップ誌が私の7年間にわたる彼への秘密の崇拝記録を暴いた後、誰もが私が苦しいほど彼に恋していて、必死に這い上がって彼の愛人スカイを引き裂こうとしていると噂した。しかし、5年が経っても私は優雅な姿を保っていた。忍耐強く、寛大で、彼らの繰り返される不倫に耐え、ギデオンがスカイを追って世界中を駆け回るのを受け入れ、彼らの結婚記念日には毎回、極白コンドームの新品を一箱送りさえした。ついに彼は、私が哀れむに足るほど彼の気を引こうとしていると判断したのだろう。ホテルの入り口で、彼は私の顎をつかみ、情け混じりの熱いキスをした。そこまで良い女ならスコッチの匂いがほのかに漂う息で、彼はつぶやいた。子供をやろうか？しかし、私がたった今受け取った避妊具の箱を彼に渡しながら、突然こう言った。離婚しましょう。1、彼の唇が私の方から離れると、慣れ親しんだ杉と雨の冷たい香りも消えた。いつものように、ギデオンは私の髪を撫でようとした彼にしては珍しい優しい仕草それから王政へと出かけようとした。だが彼は動きを止め、手を宙に浮かせたまま。私の言葉を聞き逃し、すでに意識は別の場所へ。ホテルの廊下のガラスを叩きつける大雨を背に、彼は私を見下ろしていた。聞こえなかったのだと察し、私はいつもの礼儀正しい口調で優しく繰り返した。離婚すべきだって言ったの。二人の目が合った。私の真剣さは伝わったはずだ。それでも、びしょ濡れでみすぼらしい私の姿は、その反抗的な言葉を奇妙に哀れに響かせた。今度こそ、ギデオンは聞いた。彼は皮肉っぽく肩眉を上げ、タバコの煙をゆっくりと吐き出し、それを私の顔にかからせた。街の半分を大雨の中、ゴムを届けに来させたからか？彼の目にはからかいの色が満ちており、私がわがままを言っていると思っているようだった。違う。私は首を振った。しかし、髪から流れ落ちた雨粒が目に入り、しみて涙を誘い出した。それを見て、彼は笑った。腕を伸ばして私を軽く抱き寄せると、数メートル先に立つスカイミラーをちらりと見た。帰ってくれないか、スカイ？日を改めよう彼は私を抱く腕に力を込めた。家内がお利口さんにしているから、この哀れな姿を見ると少し罪悪感さえ覚えるよ。ギデオンの口調は軽かったが、スカイは私のびしょ濡れの姿を見て、軽蔑したように唇を歪めただけだった。彼女は動かなかった。心配などしていない。ギデオンが自分を愛していると確信している。5年間も私に手を出さなかった男が今更触るわけがないと。彼が私をなだめ、決して来ない未来をちらつかせていることは分かっていた。そして彼は私の従順さを当てにし、私がかすかで義務的な笑みを浮かべて、彼の望む通りにそっと場を去ると確信していた。しかし今回は、彼が触れようとした指をかわした。彼の唇が私のそれに触れる直前に顔を背けたのだ。ギデオン私は彼のフルネームで呼んだ。離婚の話、本気よ。空気が一瞬で重くなった。ギデオンの目が冷たくなった。3度目の正直か、アーニャ？体外受精で子供をやるから娼婦人としての地位を固めろと言ったからって、調子に乗れるとでも思ったか？彼の声には脅威が込められていた。
スカイは思わず鋭く嘲笑うような笑い声を上げた。身の程を知らない人もいるものね、彼女は吐き捨てるように言った。機会をありがたがらないなら出て行けばいい。ギデオンと私の邪魔をするな。ギデオンは彼女の口調を気にしていないようだった。私を押しのけると、届けたばかりの極白コンドームの箱をポケットから取り出し、すぐに飢えたような所有欲に満ちたキスをスカイに浴びせた。私に退くよう暗に示そうとしている。だが私はその場に固まり、堅くなに彼の返事を待った。彼の欲望がついに苛立ちに飲み込まれたとき、彼は顔をしかめて怒鳴った。消えろ。本気で離婚したいなら、俺が終わるまでそこで待ってろ。彼は、哀れなほど自分に恋している小さな妻が、この言葉の意味を理解し、この機会に体裁よく立ち去ると確信していた。しかし今回は、私は異常なほどの平静さで彼らを見つめていた。重いホテルのドアを優しく閉めると、私ははっきりと、しかし静かに答えた。わかった。承諾した。だが私の声は小さすぎた。中の人々には聞こえなかった。帰ってきたのは、スカイの甘えたようなすすり泣きと、ギデオンの低くうなる声だけだった。彼らの仰せの間、扉の外で待ったのはこれが初めてだった。そして彼らの錠の音が、分厚い一枚板の扉を鋭く突き抜けてくることを、初めて本当に理解した。最初の衝動は逃げ出すことだった。しかし、自分の目的を思い出した。私は扉のそばに、罰として部屋の隅に立たされた子供のようにうつむいて立ったままだった。天気はさらに悪化していた。廊下を吹き抜けるわずかな風でさえ、凍えるような寒さが毛穴から骨の髄まで浸透し、視界をぼやけさせた。霞んだ視界の中、隣接するスイートのドアが開いた。黒いローファーが目の前に止まり、乾いたタオルが差し出された。髪を拭け、アーニャ。風邪をひく。温かく、親しみのあるその声は、ギデオンの幼馴染で、私の屈辱を幾度も目撃してきたライス・ウェストンのものだった。いつものように私は彼の申し出を無視した。私の拒絶に慣れたライスはドア枠に寄りかかって哀れむような舌打ちをした。アーニャ・スコット、君がここにいるって本当にギデオンと離婚する気なのか？なあ、帰った方がいい。ずぶ濡れだ。ここにいても苦しむだけだ。彼はため息をついた。スカイは無一文だ。小家に入ることは絶対に許されない。君は安心していい。ギデオンが彼女とどんなに遊んでも君の代わりにはならない。お利口な妻でいる限り、彼は君を手放さない。彼はギデオンを理解していた。そして私をも理解していると信じていた。5年経ってもなお、私が必死に自己犠牲的にギデオンを愛していると確信していた。私が去らないのは、ただ悲しみに打ちひしがれて動けないだけだと思っていた。でも、離婚は本気を私は真剣に説明した。ライスは冗談を聞かされたかのように笑った。君がギデオンに夢中なのは周知の事実だろ？大学時代から片思いしてたんだ。今更離婚したいなんて誰が信じる？彼はそれが馬鹿げていると思った。タバコの煙で涙ぐんだ私の目元の赤みを見て、彼の目つきが少し和らいだ。芝居はやめろよ、アーニャ。ギデオンは芝居が大嫌いだ。彼は私を信じなかった。責めることはできない。誰もがこの話を知っていた。ギデオンはスカイへの当てつけのために見合い結婚を受け入れただけだと。誰もが彼らの不倫が続くと知っていたから、ふさわしい令嬢たちはみんな、心が他人にある夫と結婚することを恐れて彼を避けたのだ。私は例外だった。私は積極的に手を回し、大金を払って一見公平な選定に勝った。そして、そう踊りじしい中で彼と結婚した。
7年間の秘密のファンアカウントが発覚し、ただ一つの疑念が確信に変わった。私は彼に狂おしいほど恋している。人々は私が怒れる悪女となり、愛人を破滅させるだろうと期待した。代わりに、私は優雅に耐える淑女となった。スカイに干渉することなく、ギデオンが必要とすれば協力さえした。私の恒例の極薄コンドームの贈り物は、誰もがどんな屈辱や裏切りにも耐えるほど、私がギデオンを愛していると信じさせた。しかし、私が心に秘めていた本当の人物が、彼の双子の弟、ジュード賞であることを誰も知らなかった。私たちは永遠を誓い合っていた。しかし彼は死んだ。位牌はショー家の屋敷に戻された。ショー家の掟は絶対だった。家族の霊廟に入れるのは直系の子孫か婚姻後丸5年を経た女性だけ。だから、彼のそばにいるために、ついに彼を連れ去るために、私はギデオンと結婚した。ギデオンがスカイを追って世界中を駆け回った5年間、誰もが私が家で毎晩枕を濡らして泣いていると思っていた。彼らは知らない。広大な屋敷の静かな孤独の中で、私は幸せに日数を数えていたことを。今日、私とギデオン賞の結婚5周年記念日だった。ついに私が霊廟に入る権利を得る日だった。私は重度の位牌を手にした。ギデオンとの結婚は当然ながら終わりを迎えた。私が動かないと悟り、ライスは時間を無駄にしないことに決めた。彼は清潔なタオルを廊下の手すりに置き、振り返って隣接するスイートのドアを閉めた。私はタオルに触れなかった。忘れられた彫像のようにそこに立ち、冷たい光が長く細い私の影を廊下に伸ばすに任せた。雨が激しくなるにつれ、冷え切った体に熱がこもり始めた。廊下の明かりが視界でぼやけた。熱があると分かった。それでも私は去らなかった。ドアがついに開くまで待った。ギデオンが姿を現した。彼の目には楽しみを満喫した男のだらりとした満足感があった。しかし、私がそこに立っているのを見て、彼の表情はすぐに曇った。熱によるめまいで頭がぼんやりしており、彼の怒りを完全に把握することはできなかった。だが、要件を忘れてはいなかった。霞んだ目を上げ、私は彼の袖を掴んだ。約束でしょ？離婚を。私の言葉がギデオンの残る満足感を切り裂き、すぐさま苛立ちに変えた。アーニャ・スコット、いい加減にしろ。わかっているはずだ。君はスカイじゃない。こういう芝居には付き合う気はない。彼は厳しい警告を与え、私の立場と本当に誰の心を掴んでいるのかを思い知らせた。しかし、私が望んだのは離婚だけだった。彼が聞く耳を持たないと見るや、深い不条理感が押し寄せ、突然涙があふれた。だが私はすぐに涙を拭い、男が勝利を感じ取る前に、カバンから事前に作成した離婚届を取り出した。スカイがどれだけ大切かわかってる。だから離婚しましょう。ギデオンは整然と印刷された書類をまるでこれまで見た中で最も馬鹿げたもののように見た。逆手に取ってるのか？彼は嘲笑した。アーニャ・スコット、いつからこんな馬鹿げたゲームをするようになった？彼の目には軽蔑が満ちていた。ギデオンの大きなワイシャツを羽織ったスカイが部屋から出てきた。肌の一部にちらつく様々なキスマーク。彼女は赤らんだ顔で笑った。私たちが一緒にいるのを見るくらい寛大だと思ってたけど、もう我慢できなくなったの？離婚をちらつかせれば、ギデオンが戻ってくるとでも思ってる？彼女はわざと近づき、体の痕跡がはっきり見えるようにした。逆手は効果的だ。残念ながら君の脅しは全く無意味だ。結局、
ギデオンが君と結婚したのは私への腹いせだと誰もが知ってるからね。彼女の言葉は私を傷つけるためのものだった。しかし、私は彼女の自慢や挑発にも無ぞりようで、視線さえ上げなかった。私はただ、離婚合意書とペンをギデオンに差し出した。繰り返した。サインして。私の反抗が続くのを見て、ギデオンの目に燃える怒りが完全に火をつけた。彼の怒りの重圧が私にのしかかるとき、私は本能的に身を縮め、打撃に備えた。しかし、私が目を閉じると、彼はただ私の手首をつかみ、乱暴に部屋に引きずり戻しただけだった。スカイを締め出してドアをバタンと閉めると、彼はたった今留めたシャツのボタンを外し、新たな赤みを帯びた引き締まった腹筋をあらわにした。ここまでやりたいのか？彼は私に詰め寄り、怒りをかろうじて抑えた熱い息を顔にかけた。私が黙ったままなので、彼は冷たく荒踊りじしい笑い声を上げた。よかろう、付き合ってやる。芝居が功を奏したと認めよう。記念日はくんと過ごす。それで満足か？彼の視線はベッドサイドテーブルに残る包装をかすめ、喉仏が動いた。欲望が表情に戻ってきた。あと2つだ。済んだら芝居はやめろ。いいな？外から予想外の情報を聞いたスカイが信じられないというようにドアを叩き始めた。ギデオン。彼は彼女を無視し、私を強くベッドに押し倒した。ベッドが私の体重を受け止め、すぐに彼の体の所有欲に満ちた重みが続いた。私は抵抗しようとしたが、高熱で弱りすぎて、彼の熱いキスから逃れることはできなかった。彼が一瞬止まり、私の涙を指先で受け止めたとき、彼の目は重く暗かった。望み通りにしてやろう？なぜ泣く？後悔したなんて言うなよ。彼は意地悪く笑い、スカイと共有したばかりのベッドで私に深い屈辱を与えようとした。幸い、彼の指が私のシャツの襟に触れた瞬間、ライスがキーカードでドアを押し開けた。ライスは一瞬立ち止まり、涙に濡れた私の顔を見て、前に進み出てギデオンを物理的に止めた。ギデオン。スカイが屋上にいる。お前がアーニャに触ったら飛び降りるって。スカイの名を聞くや、ギデオンはすぐに私から離れ、部屋から飛び出していった。彼は振り返らなかった。アーニャ・スコット、俺を恨むか？ライスは、今までで一番夫に近づいた瞬間を邪魔した私の恨みを買ったと思った。しかし、光が部屋に流れ込む中、私は衣服の下で重度の位牌を入れたネックレスを握りしめた。一言だけ言った。ありがとう。緊張が解け、私はライスがくれた解熱剤を飲み込んだ。サインされていない離婚届を握りしめ、彼らについて屋上へ向かった。エレベーターのドアが開く瞬間、風と雨に濡れた冷気が襲い、私の髪を顔にまとわりつかせた。20分が経過していた。スカイはまだ危険なほど屋上の端に座り、涙に濡れた顔でギデオンを見つめていた。ギデオン。アーニャと離婚して私と結婚するか、今すぐ飛び降りるか、どっちかよ。ホテル入り口での彼の選択が彼女を限界に追いやった。震えながら彼女は厳しい最後通牒を突きつけた。ギデオンも普段の冷静さを失っていた。ライスが突然私に向き直った。アーニャ、ギデオンは君を選ぶと思うか？対峙する二人を見つめながら私はゆっくりと首を振った。彼の選択はいつだってスカイだ。違う？私の声は平然としていて感情を欠いていた。スカイが飛び降りようとするかのように身を乗り出すのを見て、ギデオンはついに耐えきれず、声を詰まらせた。スカイ、飛び降りるな。約束する。彼女と離婚して、お前と結婚する。スカイはすぐに安堵の笑みを爆発させた。
勝ち誇った子供のように彼の首に腕を回した。彼女は私が打ちひしがれることを期待していた。しかし、彼女がギデオンを抱きしめるのを見て、私は微笑んだ。ギデオンが口を開くのを待たず、私は歩み寄り、彼に離婚合意書を差し出した。私が書類を差し出すと、彼はそれを受け取った。風で二人の指先は冷たかった。ギデオンは私に視線が止まると、一瞬ためらった。彼はペンを手に取り、震える手に力を込めて、ゆっくりと署名した。署名を終えると、彼は安堵したようで、しかしどこか奇妙に虚脱していた。アーニャ、スカイを落ち着かせたら、また結婚しよう。私は眉を潜めた。なぜ彼がそんな馬鹿げたことを言うのか理解できなかった。しかし、どうでもいいと分かっていた。私は注意深く、新しい離婚合意書を精査した。彼が少しだけ待っていてくれとつぶやくのもほとんど聞こえず、反射的にうなずいた。どうでもいい。私たちは終わったのだ。ギデオンはスカイを抱き上げ、私を振り返る勇気もなく去っていった。ライスだけが私が冷静に離婚届を畳むのを見て、突然呪いの言葉を吐いた。畜生。アーニャ・スコット、どうしてそんなに従順なんだ？ギデオンはバカだ。彼は一瞬私を見つめ、それからいたずらっぽく笑った。俺をどうだ？もし君が俺の妻なら、女王様のように扱うぞ。彼の口調はからかっていたが、私は鈍感ではなく、彼の目に浮かぶ気軽さの下にある本気の誠実さを見て取った。私は優しく、しかしきっぱりと断った。お褒めいただきありがとう。そして、さようなら。私は正家の屋敷には戻らなかった。すぐにタクシーを捕まえて空港へ向かい、アイスランド行きの一番早い便を予約した。おそらくスカイをなだめ終えたギデオンからメッセージが届いた。スカイが気分転換に旅行したいと言うから数日連れて行く。おとなしく家にいろ。今回の騒動の代償に新しいカルティエのネックレスを注文しておいた。彼の口調は慰めるものだった。しかし私は心動かされなかった。彼はいつもスカイとの仰せのたびにこの代償の方法を使った。5年間で私は数えきれないほどの高価な宝石やデザイナーバッグ、送金を受け取った。私は一度も気にかけなかった。そして一銭も一品も持ち出さなかった。だからこそすべての縁を断った後、5年間使ってきた使い捨て携帯を空港のゴミ箱に捨てる権利が私には十分にあると感じた。そして飛行機に乗り込んだ。